右上でまた白い髪の男の子がね、踊ってるんだよ。これもまふまふさんじゃない？どうも、歌い手研究部長、ボイストレーナーの翔平です。今回はですね、まふまふさんのイカサマダンスを取り上げていきたいと思います。イカサマダンス、先日ボカロ楽曲として公開されたばかりのこの楽曲、早速だよ、まふまふさんがね、自分で歌ってみたをアップしてくださいました。めっちゃ早かったよね。本当に数時間前にアップされたばっかりなんだけど、早速聞いて、やべーってなって、そのテンションそのままに今カメラに向かってます。で、このイカサマダンス、楽曲自体はね、すごくポップでダンサブルな曲調なんだけど、歌詞の内容はね、めちゃめちゃ深いものになっています。なんでね、早速歌い手研究部のみんなと一緒に聴いていきたいと思います。このようにこのチャンネルでは歌い手さんの歌唱テクニックや楽曲について楽しくわかりやすく解説しています。見逃したくないという方は今すぐ登録して歌い手研究部に入部してください。では早速行ってみましょう。めっちゃ可愛いでしょここからめっちゃ乗るでしょ。こんな感じでイントロはめちゃめちゃポップで、そしてダンサブルな曲調で展開していきます。なんだけど、その上では力強いエレキギターのリフがね、乗っかってくるんですよね。超かっこいいね。行こう。A メロの出だしはね、まふまふさんそんなに感情は乗せずに、そしてね、抑揚もつけずに淡々と歌っていきます。なんだけど、ここでみんなに注目してほしいのは、MV に表示されてる歌詞なんだよね。みんなから向かって、右側では白いバックで読みやすい歌詞、そして左側ではね、黒いバックで反転してね、読みにくい歌詞が表示されてるんです。この時点でめっちゃ意味深でしょ？なんだけど、この謎も曲を聴き進めるうちに解き明かされていきます。聴いてこう。で、また感想ではね、力強いエレキギターのリフで、まふまふさんにタッチ。でさ、この MV に登場してる女の子さ、結構お調子者な印象を受けないですか？でね、これもね、後々この楽曲の世界観とフィットしてきます。すごいでしょ。気づいた？これまでずっと右側が白バックで読みやすい歌詞、そして左側が黒バックで反転して読みにくい歌詞だったんだけど、今のシーンでね、うわって入れ替わるんだよ。もう一回みんな意識して見てみて。次。ね？そう、今のシーンで、わって入れ替わったと思ったら、ぐるぐると目が回るっていう歌詞で、主人公の女の子もぐるぐる目を回し出すんですよね。なにこれ？どういうことってなるでしょ？その答えがね、サビで明かされます。聞こう！ごめん、ダンスが下手なのは許して。で、気を取り直して、サビの出だし。正面から見りゃ右左。でも僕の方では左右。あっちへ行けど、こっちへこれど、正義の敵は正義なのさ。これめっちゃ深くない？ある人からしたら正義だと思っていることも、立場が変われば、価値観が変われば、それが正義じゃなくなることだってありますよね。このように正義の反対は悪じゃなくて、また別の正義なんだよっていうメッセージなんじゃないかなって思ってます。で、サビの最後でイカサマダンス。イカサマっていうのはね、いかにも本当のように見せかけることっていう意味があるんだよね。でさ、面白いのが本当のように見せかけるっていうことはあくまで本当ではないんだよね。だからみんな本当とか嘘とか決めたがるけど、そもそもそんなものはないんだよ、分かってるでしょっていうメッセージに僕は受け取りました。いや、このポップな曲調とメッセージ性の強さの高低差、どういうこと？こっからもみんな見逃さないように聞いていきましょう。エレキギターかっこいいね。
強めなエフェクトがかかってるよね。ていうか、この楽曲全体的にボーカルのエフェクト強めですよね。ボーカル自体もボカロっぽく聞こえますよね。でもだからこそこのボカロ楽曲に合うし、この楽曲の世界観にも合ってるんじゃないかなって思いますよね。タンタカタンタン。気づいた！ここ気づいた！もう一回。白髪で目隠しされた男の子が笑いながら手振ってんだよ。これさ、マフマフさんじゃね？そうだよね。でもさ、この目隠しがさ、匿名希望っていう文字なのがさ、ねえ、わかる？行こう。2番の B メロでも女の子はね、ぐるぐる目を回しちゃいます。でね、これは俺の勝手な考察なんだけど、この主人公の女の子ね、すごく世渡り上手というか、空気を読むのが上手い子なんじゃないのかなって思ってます。だからこそ、みんなの顔色を伺いながら、そうだよねって言いながら、うまく世の中を渡っていくんだけど、この楽曲の歌詞にあるように、正しいと思っていたものがいきなり正しくなくなったりだとか、正しくなかったはずのものが急に正しくなったりだとか、どんどんね、正しいが正義が入れ替わっていくんだよね。だからもうどうすればいいのってなって、誰か答えを教えて、バッテン丸ちょうだい、こんな流れなんじゃないのかなって思ってます。浅いかな？考察浅いかな？ちょっとね、部長のピンチなんで、V の皆さんコメントの方でね、ちょっとフォローしてください。サビ行こう。ダンスは無理だわ。果敢に挑むよ。でね、2番の歌詞も超面白いんだよ。あっちとこっちは裏表。ならどこから表でどこが裏。半分にすりゃ半分ずつにそれぞれ増えた裏表。これ面白くない？一つだったらさ、裏表が一つずつなんだけど、これがね、半分になったら裏表がね、4通りになるんだよね。ほんとマグマグさんらしいさ、考えさせられる歌詞だよね。で、こっから C メロに突入していきます。独特でしょ。いや、ほんと世界観が独特で、愛の手が入ったりさ、いろんな仕掛けがあるから、ほんと飽きずにずっと聴いてられますよね。なんだけど、こっからまたメッセージ性の強い歌詞が飛び込んできます。行こう。このね、丸い世界っていうのはおそらく地球のことだよね。で、国が違って言葉が通じなくても考え方が違っても暗いフロアで音を鳴らせば僕らは何も変わらないんじゃないかって、そんなメッセージだよね。MV とのギャップ。ここで天井。今んとこ気づいた？もう一回見て。右上右上。この後来るよ。右上でまた白い髪の男の子がね踊ってるんだよ。これもマフマフさんじゃない？いやもうね、白い髪の男の子を見たら全部マフマフさんに見える病にかかってるので、違ったらごめんなさい。行こう。正解は不正解さ。曲中に何度も正義の敵は正義なのさっていうワードが出てくるんだけどさ、これさ、曲を聴き進めれば聴き進めるほどさ、言葉の重みがどんどん大きくなってるように感じません？曲調自体はすごくポップだし、MV もさ、すごく楽しげじゃんね。なんだけど、こんなメッセージ性が強いし、それを受け取れるっていうのはやっぱりマフマフさんの世界観の素晴らしさですよね。やっぱりね、人間誰しも自分が一番正しいって思ってしまいがちだけど、やっぱりね、自分以外の人の気持ちも尊重して許容していきたいものですね。さあ、部長としてうまくまとめられたので、この動画を終わりたいと思います。このように
このチャンネルでは歌い手さんの歌唱テクニックや楽曲について楽しくわかりやすく解説しています。見逃してくれっていう方は今すぐ登録して歌い手研究部に入部してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。